ミキです。皆さんお元気でしょうか？今日は日本のカフェでの会話を再現したストーリーを聞いてみます。ミキがカフェに行き、食べ物を注文する会話を紹介します。サイズを聞いたり、店員さんと話したりしています。さあ、聞いてみましょう。ミキは日本のカフェに来ました。静かで落ち着いたカフェです。ミキがお店のメニューを見ています。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？まだ決まっていないので、もう少し時間をください。かしこまりました。ミキは注文する飲み物が決まったので、店員さんに声をかけます。すみません。はい。抹茶ラテをお願いします。サイズはいかがなさいますか？サイズは何がありますか？スモール、ミディアム、ラージがあります。ミディアムでお願いします。ホットとアイス、どちらにしますか？ホットでお願いします。お店のカウンターには美味しそうなケーキが並んでいます。今日のおすすめのケーキは何ですか？チョコレートケーキがおすすめです。とても人気がありますよ。じゃあ、それもお願いします。ミキは追加でチョコレートケーキも注文しました。ミディアムの抹茶ラテとチョコレートケーキですね。はい、そうです。お会計は1600円です。ミキはお金を払い、注文を終えました。ありがとうございます。お席でお待ちください。はい。ミキは外にあるテラスの席に座りました。お待たせしました。ありがとうございます。ミキは抹茶ラテとチョコレートケーキを味わっています。そこへ店員さんがやってきました。お味の方はどうですか？抹茶ラテもチョコレートケーキもとっても美味しいです。ゆっくりしていってください。ありがとうございます。店員さんと少し話せたことで、ミキは安心してカフェでくつろぐことができました。はい、どうだったでしょうか？今日は日本のカフェでの会話を聞いてみました。もっと詳しく日常生活で役立つフレーズの読み方、書き方を学びたい方は、私のデザインしている教材をチェックしてみてください。ここでは注文の仕方や挨拶を学びましたね。飲み物のサイズやケーキのおすすめを聞いたり、実用的な会話だったと思います。日本で買い物をしていると、いらっしゃいませは本当によく聞くフレーズです。時には大きな声でいらっしゃいませと叫んでいるように聞こえますが、大丈夫です。心配しないでください。どうぞお入りくださいと皆さんを歓迎している挨拶です。何度か聞いて実際に使えるよう声に出して言ってみましょう。ではまた次の動画で会いましょう。またね。See you next time.